こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。さあ、今回の動画は3ボディテクノロジーからリリースされておりますキャビネトロンというプラグインをレビューしていきます。こちらソニックワイヤーさんからご提供いただきましたソフトなのですが、いわゆるギターアンプのキャビネット IR ローダーとなっております。ちょっと使ってみた感じ、非常に多機能で使いやすいなと思いましたので、早速詳しく見ていきましょう。はい、それではキャビネトロンの主な機能をざっくり見ていきたいと思います。基本的にはアンプシミュレーターのキャビネット部分をシミュレートする IR というデータを読み込んで鳴らすソフトとなっております。そして肝心の IR データはこのようにたくさん付属してきますので、お好みのキャビネットのサウンドをロードして場合によっては複数混ぜて鳴らすことができるという仕組みになっております。具体的にどのメーカーのどのモデルをシミュレートしているかは、ここには書いてないのですが、パッと見でこのメガっていうのはメサブギーの4発のキャビネットでオーバーサイズですかね。この TD っていうのはトラディショナルかなというような感じで、おそらくある程度ギターアンプとかを知ってる人であれば想像がつくようなネーミングになっております。例えばジャズコーラスですかね、これは。そして、これはベースですね。10インチのスピーカーが4つ。ここもベースマンということでしょうか。という感じで、多数の IR データがデフォルトで収録されております。で、これをドラッグ&ドロップするとロードすることができると。では早速音を鳴らしてみましょう。本製品は IR シミュレーターとなっておりますので、アンプ部分は別のプラグインで鳴らしてあげる必要があります。今回はボグレンデジタルという会社からリリースされておりますこちらのワンノブ系のシンプルなアンプシミュレーターを使ってみます。そしてキャビネット部分はキャビネットロンを使うので、こちらのボグレンデジタルの方はキャビをバイパス状態にしてあげています。参考までにこのまま鳴らすとキャビネットなしのシャリシャリした音になってしまいます。ここに IR データを通してあげると、いわゆるキャビネットを通ってマイクで収録したギターアンプの音になります。ではこのメサブギーの4発オーバーサイズのキャビを IR をいくつか聞いていきましょう。ここからドラッグ&ドロップでこのように切り替えることもできますし、この矢印を押していくとおそらく次の名前のところに順番に送ることができると。では上から聞いてみましょう。はい、という感じで、この中でも十分すぎるぐらい、たくさん音が入っております。でもちろんこのキャビネットロンについてくる IR データだけでなく、別のメーカーが販売している、あるいは別のクリエイターが配布しているような IR データをこのようにドラッグ&ドロップで読み込むこともできます。そしてこの矢印を押すと、おそらくこのフォルダーの中をこのように順番に送ることができるようです。で、これだけでも IR ローダーとしては十分すぎるのですが、このキャビネットロンの特徴としては複数の IR をこのようにミックスすることができるという点になっております。そしてそれが最大8個もロードしてミックスすることができるという仕様になっております。で、最初に8個と聞くとちょっと多すぎる、そんなに必要かなと思いがちなのですが、8個同時に鳴らさずとも、例えばこのように気に入ったものを複数ロードしてその中から切り替えてオーディションしていくというような使い方もできますし、この後紹介するミックスウィンドウの方でより直感的にそれぞれの IR を混ぜることもできます。で、まず最初に自分がこの IR ローダー便利だなと思ったのは、自動的に音量を調節してくれるオートゲインという機能がついているところですね。異なる IR をロードしても近い音量で鳴ってくれます。聞いてみましょう。そしてもう一つはこのように2つロードすると自動的に 50%50% の音量で混ぜてくれるので、1つが2つになったりしても音量は大きく変化しないというところですね。
はい、これは非常に便利ですね。例えばフェーダータイプのキャビローダーですと、1番目を 100% の音量でロードして、2番目を同じ音量でロードしようとすると 200% の音になってしまうので、当然赤いランプがついてしまうと。ですので両方フェーダー下げないといけない。でそれが3つになったらまたバランス取り直さなきゃいけないという作業があったりするのですが、これは自動的にパーセンテージを均一に振ってくれるので、ほぼ同じ音量で冷静にジャッジすることができると思います。でさらにもっと細かくミックスをしたいという方はこちらのミキサーウィンドウを使うと非常に便利です。このようなグラフというかインターフェースになっておりまして、このように直感的に移動させて音を聞きながら配分を決めることができます。やってみましょう。で今3種類なので三角形ですが、このように増やしておくと図形が大きくなってより多くのデータをミックスすることができます。ですので先ほど解説したように、全部が全部8種類を混ぜなくてもこのような感じで1から2、3とかちょっとこっちに寄せてみようかなみたいな感じで直感的に音をミックスすることができます。場合によっては最終的にはじゃあ7と8が7対3でミックスしましたみたいな感じになってもいいかなと思います。ですのでこれを自分が使うとしたら、異なる特性のキャビをそれぞれロードするといいかなと思いました。例えば、1つ目はブライトなキャビ、そして2つ目はミドル、3つ目はローミッドのあたりが出てるキャビを選択すると、ここでのミックス加減が分かりやすいと思います。明るさが欲しければブライトの方へ持っていく。もうちょっと暗くしたいなと思いましたらこのようにローの方に持っていく。こういった使い方が便利なんじゃないかなと思いました。ここまででも十分すぎるんですが、さらに EQ というウィンドウがありますのでそちらも見ていきましょう。でこちらでは文字通り EQ をポストでかけることができます。でこの EQ も非常に使いやすいなと思いました。自分は FAB フィルターの Pro Q3 を使っているのですが、それに非常によく似たような動きをしてくれます。クリックすればポイントが増やせて、で Mac ですとコマンドを押しながらクリックして動かすとこのように Q の幅を変更することができます。そして上の方と下の方は自動的にローパスやハイパスにもなってくれますし、シェルビングにもなってくれるという、この辺りも FAB フィルターにかなり似てますね。ですのでがっつりミックスするような EQ をしてもいいと思いますし、もしくは楽曲のミックスはこの後のEQ を別のプラグインでかけてやるとしても、定番的に全トラックローカットしてますよみたいな方はキャビネットロの段階でプリセット的に入れていても便利なんじゃないかなと思います。そして次はトーンマッチングという機能がありまして、これは既存の別のギターの音に近づけていく機能になります。似せたいギターの音をこちらにまずロードするわけですが、これ非常に便利だなと思ったのは波形をそのままここにドラッグ&ドロップできちゃうというところですね。例えば、このようにギターの音をもうすでにアンプされた音がありますと。はい、これをここにドラッグ&ドロップするとこのように読み込まれましたね。そして先ほどのギタートラックをここにキャプチャーします。はい、キャプチャーできました。そしてどの程度似せるかというのをこのつまみとかで調節していくことになります。はい、では元となったギターの音も聞いてみましょう。ちょっと近づいたのかなと思います。ですので、完全にそっくりにするというところまでは期待せず、あくまで似たテイストをちょっとブレンドしていくというのがいいんじゃないかなと思います。元のこの範囲を指定できるみたいですね。このトーンマッチングを適用する。これをちょっと全開にしてみましょうか。
そしたら似るかもしれません。かなりこれは似てきましたね。もう一回聞いてみてください。はい、近いテイストになったかもしれません。という感じで、これは今自分の曲でやりましたが、例えばステムとかを販売しているアーティストとかでギターの単体のトラックが入手可能でしたら、ここにロードすると近いサウンドが作れるかもという感じですね。今は元のこの段階で音が似せていないので、だいぶこのトーンマッチングだけで近寄せたっていう感じはありますが、それでもこのくらい近づくんだということを感じていただけたらと思います。ではリストウィンドウに戻りまして、でここにも実はたくさんパラメーターがあるので、ここでも音を作ることができます。パンは左右ですね。でフェーズは位相ですが、ここはデフォルトのままでいいと思います。そしてドライというのはおそらくキャビネットを通る前の音をどのくらい混ぜるかという感じですね。ギターの場合はあんまりする必要がないかなとも思いますが、ちょっと聞いてみましょう。こういう感じですね。ベースとかは元の DI の音と混ぜたりとかするので、ベースの場合に結構活躍するかなと思いました。そしてミューテーションというのはあらかじめ用意されたプリセット的な音のシェイピングをこのように適用できるようです。ちょっとこれも聞いてみましょう。はい、という感じで、これはここで細かくエディットするというよりかは、ちょっと雰囲気変えたいんだよなという時に選ぶといいかなと思いました。そしてこれはマイクの角度とかをシミュレートした感じですかね。スムーズはこの IR の波形の角度みたいな感じでしょうか。そしてフレットというのはちょっとガリッとした感じが加わりますね。フレットというのはマイクを2本使って片っぽ45度の角度にして片っぽを垂直にするというマイキングの手法を言うようですが、それをシミュレートしたつまみということでしょうか。そしてこちらはマイクの位置ですね。距離と位置と。はい、という感じです。基本的に IR データっていうのはデータそのものにマイクの位置、例えば10センチ離した状態で収録した IR データ、5センチ離した状態でとかで収録されているので、本来はファイルごと変えるのがいいかなと思いますが、そのファイル気に入ってるけどもう一歩下がってほしいんだよなみたいな調整したい時に使えるかもしれません。そしてこの辺りは先ほどのグラフィックの EQ とは違って、ざっくりローを足したいとかそういう時に使えるつまみです。そしてハイパスとローパスですね。ローカット、ハイカットという感じです。はい、というのがざっくりキャビネット論の解説となります。すごい多機能なのですが、全部を使わずとも2つ3つのキャビネットをちょっとミックスしたいなとかオーディションしたいなっていう使い方でも十分手助けをしてくれるソフトなんじゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。キャビネトロンというプラグインでございましたが、昨今のアンプシミュレーターではキャビネット部分を IR で表現するというのが割と一般的になってきてるかなと思うのですが、いろんなメーカーが IR1 個読み込むだけでいいのっていうところに疑問を持って試行錯誤しているというのが最近の流れになってきてるかなと思いました。そんな中でこのキャビネトロンというソフトは複数の IR データをミックスするのが非常に直感的にできるので、やはり2つ以上の IR をミックスしていくと結局何がしたかったのか分かんなくなってしまいがちなのですが、音を聞きながらグリグリっとマウスで好きな音を探していくと、そういった使い方ができるので非常に便利だなと思いました。
それではこちらのチャンネルがいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。